込み入ってるってことで今回は半米社姫第47話父とことが本当いっぱいね展開あったんですが読み解いていこうと思います。まずはキリン治に追い詰められるトワさんなんだけど、そこにリクが現れ、オラは愛する者しか殺さねえ。だからキリンに殺されるくらいならという話、なんとトワに襲いかかってきます。しかしこれは全てキリン治を油断させる演技で、捨てたはずのゼロの杖の力も使い、キリン治をついに倒すことに成功しましたよと。で、その際、私にはリオンを幸せにできないということですかと、なんか理解を示したかのようにね、キリン先生消えておりましたが、代わりにですね、リクもそのキリン治に切られており、その元の角の姿に戻ってしまいます。でもリクさんはね、角に戻る前に自身の思いやリオンについてのことを教えてくれておりましたので、リクが何を語ったのかっていう話なんですが、トワの言ってくれたリクはリクだよっていう言葉があるんだけど、これがとても嬉しく、これまで生きてきてよかったと、思えるぐらいだったんだってさ。だから最後のトワの命を救えてよかったよという話と、そのリオンの本心っていうのが、まだ父キリン丸を愛しているよっていう話。そして同じようにリクもトワ様のことを愛していますよと、ちゃんとね、ここ恋心を伝えていましたが、倒れてしまいますので、トワさんの方もですね、リクと、号泣しておりました。けどですね、泣いてばかりはいけないと、リクが託したリオンを救ってくれという願い、これを叶えるためにですね、刹那モロハが戦っているリオンの元へと、向かっていきますよっていうね、すごい涙の話があったわけなんですが、なんとこの間わずか3分。次に、キリン丸 VS 摂政丸の戦いになるんですけど、そのキリン丸さんが最初ずっとね、そのリオンが望んでいるからだと、ずれた気持ちで、摂政丸と戦いを行っていたんですが、摂政丸を心配するリンの姿を見せることって、リオンもキリン丸のことを心配していたんだと。そして、できればキリン丸に戦ってほしくなかったと。だからその摂政丸の戦い倒すことがリオンの望みではない。リオンの望みはただ父の笑顔だったんだよっていうところに、気づかされた後はですね、本気の戦い、何かのためとかではなく、ただただ自分自身の力を示す妖怪としての本能のみをですね、キリン丸さん、摂政丸にぶつけておりましたが、結果は、摂政丸さんの勝ちでね、決着がついておりましたね。ちゃんと決着がね、つく感じで、僕個人的には良かったなーって、思うところです。そして、刹那モロハ VS リオンのところなんですけど、リオンの放つエリシの糸による攻撃をですね、断ち切ることで、どんどんそのリオンの本心が分かってきており、で、そこにトワさんも合流することで、一気にそのリオンに巻きついた糸がね、ほどかれていきましたよと。で、その語ったリオンさんの本心というのが、いろいろありましたので、まとめていきますと、先ほどね、キリン丸さんが気づいたものと少し被ってくるんですが、まず、リオンさんは強い父のことが好きだったよと。で、父が戦う姿に笑顔を見せることで、父も笑顔を見せてくれる。だから本当は戦いとか、そこまでリオンさん好きじゃなかったと思われるんだけど、無理して、笑顔を見せていた。これは全部ね、その父の笑顔を見たいからです。でもそのね、リオンの笑う顔をキリン丸さん見まして、リオンもわしと同じように戦いが好きなんだと、ここすれ違っちゃったのかなって話。そして、リオンが喜んでくれるならと、さらに戦いを見せるようになってしまった。しかしその結果、キリン丸は犬の大将に敗北。命まではね、ここ奪われなかったんでよかったんですけども、私が戦う父に笑顔を見せていたから、父がこんな危険な目に遭ってしまったんだと、リオンさん考え、笑うのをね、やめてしまう。でもこれがね、また悪循環で、そのキリン丸はリオンが戦いが好きだと、思い込んでいますから、笑ってくれないのは自分自身が弱いからだと、その失った笑顔を取り戻すためにさらにね、戦いを続けてしまった。だからその犬の大将に戦場に連れてくるなと、言われてもなおそのリオンを戦いに連れて行っていたのかなというところですね。そしてもう一つの本心っていうのが、サカさんに殺された時のことで、それを普通にリオンさん後悔していたっていう話ね。その自分がもっと父のように強ければ、まんまとこの時殺されるようなことはなかったし、それのせいで父を苦しめることもなかった。だからここ殺されたのも、父が危ない目に遭っているのも、全て自分が弱いからだし、父がこんな自分のためにトワの体を狙っていたり、この世を末法末世にしようとしているのも、また元は自分がね、不甲斐ないせい。だから父と戦った時に攻撃を躊躇するなど、憎み切ることができなかったんだっていう、そのリオンさんの本心を全てね、さらけ出したことで、リオンはその妖霊城の眉から抜け出し、で、妖霊城もね、落ち着きを見せていたんですが、そこに、現れますのが、リクとトワが一緒に倒したはずのキリン、治のメガネ。それに宿った容疑がリオンを包み込め、リオンが死んだ時のような場所とリオンを殺した張本人であるサガさんに化け、リオンにね、襲いかかってきます。これね、そのキリン、治っていうのはリオンのことをすごい大切にしていたかのように見えましたが、なぜこんなことをっていう話なんだけど、その妖霊長っていうのがリオンの不安な心がね、きっかけで暴走を起こしているそうなので、そのもう一度強い恐怖心を与えることで、再び妖霊長を動か
しリオンの理想的な世界、いや、キリン・オサムの考えるリオンの理想郷を、メガネだけとなっても作り出そうとしていたと、思われます。で、その目論見通り、リオンさんは恐怖心を煽られ、妖霊城からは強い勝機がね、漏れ出ていたんですが、キリン丸の戦いリオンの言葉と、トワが残勢剣を使い呼びかけることで、リオンさん勝機を取り戻し、自らの手で逆さの幻影と、キリン・オサムの慣れの果てをね、打ち破ることができました。が、しかし、先ほどね、残勢剣を使ったことで、トワが根を失い、再び倒れてしまいます。で、前回はね、アクルが助けてくれたんですが、もうアクルはいない。そして、天聖画でも救うことができないと。だからもう助からないと悟ったトワは幽体となったリオンに私の体を使ってと空気上に無産した状態の根から語りかけ、自分の体をリオンに捧げます。すごいよ、ほんとトワさんこれ。そして、リオンがトワの体へ入りますと、なんと姿までね、これリオンに変わります。これはね、そういうもんなんだろうね。そして、体を手に入れたリオンが殺生丸に倒されました。キリン丸に寄り添いますと、その二人の体が輝きましたので、この二人の縁日を、刹那が断ち切って、多分ここでキリン丸が死に、残勢剣、爆星剣が合体し、天津三日星の剣となり、その鏡の部分にリオンが吸収されていくと、トワの体を根を取り戻した状態で、返してくれましたっていうね。すごいね、その仰天展開にはなっているんですが、この時にジャケンさんが、キリン丸とリオンが天津三日星の剣に帰っていくと言ってるんですよね。これ特に深い意味があるわけじゃないかもしれないんですが、帰るっていうのがすごい元に戻るみたいな意味があったりしますし、その正当に、爆星剣、残星剣を授かっていたこと、キリン・オサムのこの星のものには残星剣の力を使いこなすことができないと、言っていたことからも、キリン丸リオンっていうのはこの剣から生まれた存在なのかもしれないね。だから一緒に吸収されたけど、その余分な要素であるトワの部分だけは返してくれたとかね。そしてね、天津三日星の剣はそのまま天へとね、登っていったんですが、この2件がですね、天から降り注いできたイメージ映像がありましたので、元の、天津三日星の元へ戻っていったのかなっていうところで、何はともあれ、トワも無事に住んで、妖霊城もなんか消えて、妖霊星とひび割れてまがまかしい色になっていた空も、おそらく元通りになり、全て問題は解決。最後エンディングとともにみんな勢揃いしまして、リンの殺生丸様とともに刹那トワを力いっぱい抱きしめさせてくださいというこの約束。これがね、その殺生丸様をしてくれたかは、映像にはなかったんですが、リンとの手部分はね、約束果たされたのかなっていう、ハッピーエンド、ある意味完結みたいな感じで、今回は半妖の夜叉姫第47話、父と子のね、話でございました。